わしじゃ、不気味度を魅力じゃ。この動画では、最近わしがメインで使用しているマルチレトロゲームコンソール、ポリメガについて具体的に紹介していくのじゃ。あくまで個人的な考察や感想なので、その旨はご了承いただいた上でご視聴いただけると幸いじゃ。なお、ポリメガって何という方は、過去の紹介動画を見ていただくことをお勧めするのじゃ。今回はポリメガ専用の光線銃型コントローラーである GC01 レトロガンについて個別のタイトルの設定及び動作検証を行っていくのじゃ。レトロガン自体の初期設定や詳細については別動画にて紹介しているので、初めて触れる人はまずそちらをご参照いただきたい。また、レトロガンの使用にあたっては、ポリメガ公式サイトに掲載されている互換リストや公式リファレンスマニュアルを参考にすると良いと思う。なお、レトロガンを使用する前の基本事項として、レトロガン銃口部分の透明なフィルムを剥がすこと、そしてポリメガ本体のファームウェアを最新のバージョンにアップデートした上で、本動画をご覧いただきたい。ちなみに、今回はプレイステーションのレトロガン対応タイトルが対象じゃ。この動画では基本的にゲーム起動前にレトロガンやコントローラーの割り当てを完了。ポリメガ本体の標準 BIOS を使用。仮想ディスプレイでアスペクト比をボーダーフィットに設定という前提で進めていくので、らしからずなのじゃ。ゲーム起動時にレトロガンのような周辺機器のチェックをしているゲームが多く、起動した後にレトロガンやコントローラーの割り当てを行っても正常に反映しない場合がある。そのため、ゲームを起動する前にポリメガのメニュー画面上でレトロガンの割り当てを完了することをお勧めするのじゃよ。レトロガンの対応タイトル、プレイステーション後編。最初のタイトルは、シンプル1500シリーズボリューム24、ザ・ガンシューティングじゃ。大容量の CD-ROM メディアの採用に伴い、重厚長大な対策志向の作品が多かった中で、過度なムービーやグラフィックを廃し、シンプルなゲーム内容で低価格を実現して好評を博したシリーズじゃな。様々なジャンルのゲームが発売されたが、ガンシューティングも発売されていたのじゃよ。本作もしっかり2人同時プレイに対応している。プレイヤー1にレトロガン、2人同時プレイで遊びたいときは、プレイヤー2に通常コントローラーを接続する。レトロガンを2台使用する場合は、プレイヤー1と2の両方にレトロガンを接続すればよい。ボタンの割り当てはこのようになっている。4ボタンがリロード、1ボタンが一時停止や決定などスタートボタンとして割り当てられている。タイトルのクレジットにタツノコプロがあるのが気になるな。まずは照準調整画面でレトロガンの動作チェックじゃな。カーソルの色がプレイヤー1とプレイヤー2で違っていて、どちらも正常に反応しているのじゃよ。それではゲームスタートじゃ。病院スクランブル。
シンプルシリーズなのにクオリティの高いアニメーションムービーが流れる。なんとアニメーション制作はタイムボカンシリーズなどで有名なタツノコプロが手掛けているのじゃ。幹部格もいるはずだ。奴らの尻に一発食らわせてこい。こういう仕事ってガンと向きよね。お仕置きが好きなのはそっちだと思ったけどな。軽く叩いてないで行ってこい。なんとなくどこか懐かしい感じがするな。あ、ゲームスタートしてからプレイヤーにはスタートボタンを押して参加しないといけないのか。ゲーム自体はポリゴンによるレールガンシューティングじゃな。移動は自動でやってくれるので、プレイヤーはひたすら打ちまくればいい。確かに画面の作りこそシンプルじゃが、スピード感もアップデートできているのじゃ。レトロガンもプレイヤー1、プレイヤー2の2台とも問題なく反応しているのじゃ。破壊時の SE も気持ちよく、反応も良いので、これで1500円なら十分楽しめるべきじゃな。というわけで、レトロガンの動作もゲームも問題なかったのじゃ。続いてはザ・ガンシューティングの続編、その名もザ・ガンシューティング2じゃ。そのまんまじゃが、そういうシンプルさがまた良いと思うのじゃよ。レールガンシューティングだった前作と違い、今回はガンバレットのようなパーティーゲームがメインとなっている。当然のことながら2人同時プレイにも対応している。プレイヤー1にレトロ版、2人同時プレイで遊びたいときはプレイヤー2に通常コントローラーを接続する。レトロガンを2台使用する場合はプレイヤー1と2の両方にレトロガンを接続すればよい。ガンバレットのようなパーティーゲームなので、同様にリロードの概念がないシンプルなボタンの割り当てじゃ。基本的にレトロガンだけで操作が可能なのじゃよ。アミューズメント&マルチメディアスタジオエイムス。このエイムズとい開発会社については謎じゃ。ガンアジャスト。タイトル画面や照準調整画面も前作にそっくりじゃな。中心を狙って撃ってください。これでいい？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 ゲームモードを選択してください。とりあえずパーティーゲームモードで遊んでみるかな。パーティーモード。プレイ人数を勝利ゲーム数を選択してください。
それではゲームを開始します。ガンアジャスト。中心を狙って撃ってください。プレイヤー1番、準備はよろしいですか？これは2人同時プレイではなく交互にプレイなのか。なんかファミコンのダックハントで見たようなゲームじゃな。とりあえずレトロガンは問題なく動いているようじゃ。一応ストーリーモードも見ておくか。みんなどこに行ってしまったの？君は誰？私は普通女の子の名前を聞きたいのなら男の子の方から名前を言うものでしょ？ごめん、そうだよね。僕の名前はギア。君の名前は？私はレイシー。原作とは違いアドベンチャーゲームのようなシナリオ場面もあるのじゃ。誰もいなくなったとか？そうなんだ。朝起きたら誰もいなくなっていて、探していたらここに着いてしまった。そして帰るかどうか迷ってるうちに私が来たってこと？もう情けないわね。男の子でしょ？ほら行くよ。待ってよレシア。レシア、この機械ってテレビゲームだよね。もしかしてこれがドアの鍵なるほど。ストーリーを進めるためにガンシューティングのミニゲームをクリアしていくわけじゃな。そうかな。とりあえずプレイしてみようよ。ゲームを選択してください。それではゲームを開始します。グラフィックやゲーム内容も豪華とは言えないが、手書き風のグラフィックも含めてシンプルシリーズらしい内容じゃな。レトロガンの動作も問題なかったのじゃよ。次はガンツウエスタンフロント11944別の記憶じゃ。長いタイトルじゃな。第二次世界大戦のヨーロッパ戦線を舞台にした珍しいガンシューティングじゃな。本作は一人用のゲームなのでレトロガンを接続するのはプレイヤー1に1台のみとなる。通常コントローラーの接続は不要じゃ。本作はオートリロードなのでリロードボタンはない。1ボタンにサブウェポンの発射ボタン、3ボタンに一時停止やスタートボタンが割り当てられている。メーカーロゴもなしでいきなり標準調整画面とはレトロガンの動作チェックがしやすくてありがたいな。問題なくレトロガンは反応しているようじゃ。
なかなか渋いオープニングじゃな。本作を開発したエレクトロコインはイギリスの会社で、セガやコナミなどのアミューズメント施設向けの製品の世界的な販売代理店じゃ。その日本支社がプレイステーションで1作だけ発売したタイトルのようで、開発メンバーも日本人数人だけで制作されたらしい。かなり本格的なミリタリー好きが手がけているっぽいな。さて、本作の特徴はサブウェポンじゃ。カスタムは連射も可能な貫通弾で通常弾の強化型。コンビネーションは最も威力が高く爆風で周囲の敵も巻き込めるが、リロードに少し時間がかかる。スペシャルは画面内すべての敵にダメージを与えられるが、コンビネーションより威力は弱くリロードもさらに遅い。この3つのサブウェポンのうち1つをメニュー画面で選んでからゲームを始めることになる。ゲーム途中でサブウェポンの変更はできないので慎重に選ぶのじゃよ。今回は使い勝手の良さそうなコンビネーションでプレイするのじゃ。なるほど。連合国側としてドイツ軍を相手に戦うわけじゃな。敵であるはずのドイツ軍について随分と設定が細かいな。主人公側はろくな情報がないことを踏まえると、きっとこの制作者はドイツ軍の方が好きなんじゃろうな。本作はオートリロードなので、通常弾もサブウェポンも時間経過とともに弾数は補充されていく。サブウェポンを撃ちたいときは、1ボタンを押し続けた状態でトリガーボタンを押せばよい。弾数よりはリロード時間を気にしつつ、サブウェポンは撃ちまくった方が良いな。シンプルなポリゴングラフィックとモーションの少ない敵兵士の動きからデスクリムゾーンを思い出してしまったが、意外とレスポンスも良く理不尽な展開でもないので普通に遊べるのじゃ。ちなみに本作はライフ制ではなく珍しく時間制で、敵を倒せばタイムが増えるし、攻撃を受けるとタイムが減る。タイムがゼロになる前にステージをクリアする必要があるのじゃよ。ちょっと作りの荒さはあるものの、システムもよく考えられており、開発者のこだわりも感じられて、それなりに遊べる作品じゃな。レトロガンの動作も問題なかったのじゃよ。続いてはセガサターンでも出ていたマイティヒットじゃ。パーティーゲーム系のバンシューティングじゃな。ポリメガ公式の互換リストには日本版が対応と記載されているが、
実は本作ではレトロガンを全く認識せずレトロガンでのプレイはできない。実機バイオスを使用しても同様じゃ。一応2人同時プレイに対応しているので、正常に動作するのであればプレイヤー1にレトロガンを接続となる。レトロガンを2台使用してプレイする場合はプレイヤー1と2の両方にレトロガンを接続すればよい。ただ現時点では通常コントローラーの操作しか手つけないようじゃ。ボタンの割り当てはリロード不要なのでトリガーボタンのみが割り当てられている。一応ゲームを起動してみるのじゃ。このムービーの最中もレトロガンのトリガーボタンやあちこちのボタンを連打しているのじゃが全く反応がないのじゃよ。水色の枠は表示されているのでレトロガン自体は接続できているようなのじゃが、タイトル画面に来ても全く動かない。仕方ないので、プレイヤー1に通常コントローラー、プレイヤー2にレトロガンを接続してみる。やっと動くようになったが、2プレイヤーズが選べないということは、プレイヤー2のレトロガンを認識していないということじゃな。オプションのガンアジャストも選択することができない。通常コントローラーでのプレイであれば、普通にプレイすることができるようじゃな。ゲームが始まってからレトロガンに切り替えてみるか。
ダメじゃな。全く反応がないままじゃ。というわけでセガサターン版と違い、プレイステーション版は実機バイオスを使ってもレトロガンを使用することはできなかった。ただゲーム自体は通常コントローラーでプレイ可能じゃ。ここからは公式の互換リストにはないタイトルじゃ。マイティヒットスペシャルはマイティヒットのマイナーチェンジ的なタイトルじゃ。基本的な内容はそのままで、いくつかミニゲームが追加されている。公式の互換リストには欧州版は対応との記載があるが、日本版は記載がないので試してみるのじゃよ。当然のことながら2人同時プレイにも対応している。プレイヤー1にレトロガン、2人同時プレイで遊びたいときはプレイヤー2に通常コントローラーを接続する。レトロガンを2台使用する場合はプレイヤー1と2の両方にレトロガンを接続すればよい。ボタン割り当てはマイティヒットと同じじゃな。それではゲームスタートじゃ。お、水色の枠はちゃんと表示されているな。オープニングムービーは同じなので省略させていただく。おう、ちゃんとレトロガンで2プレイヤーズも選択できるのじゃ。そしてレトロガンでの照準調整画面もちゃんと反応するな。プレイヤー2側のレトロガンも問題なく動くのじゃよ。あとはセガサターン版みたいにゲーム選択で進めないということにならないといいな。ここも無事に突破じゃ。レトロガンを追ってのゲーム決定も問題なしじゃな。レトロガンを2台使ってのプレイも問題なく遊べるのじゃよ。互換リストで対応と書いてあるマイティヒット日本版が遊べず、対応の記載がないマイティヒットスペシャルが普通に遊べるというのもおかしな話じゃな。もしかしたら公式がテストしたのはこのスペシャルの方だったのかもしれないな。続いてはエリア51じゃ。これもセガサターン版があり、内容としては全く同じじゃな。今作も公式の互換リストには北米版の未対応との記載があり、
日本版は記載がない。セガサターン版は実機 BIOS でないとムービーが乱れるという問題があったが、プレイステーション版はどうなるか気になるな。本作は2人同時プレイに対応しているので、接続方法はガンバレットなどと同じになる。プレイヤー1にレトロ版、2人同時プレイで遊びたいときは、プレイヤー2に通常コントローラーを接続する。レトロガンを2台使用する場合は、プレイヤー2にレトロガンを接続する。ボタンの割り当ては、リロードが3ボタン、1ボタンがスタートボタンに割り当てられている。4ボタンがサブ射撃とあるが、実際はグレネード使用時は画面内のアイコンを打つことで発動する。通常コントローラーを使う場合はボタンを使用するので、おそらくそれから間違えて記載したと思われる。この辺もセガサターン版と全く同じじゃな。トリガーボタンは反応するので決定はできるのじゃが、カーソルが全く動かないな。もう一度レトロガンを接続し直してみるか。ダメだった。トリガーボタンを押し続けることでゲームは始まったが、ゲーム開始後もカーソルは全く反応せず、トリガーボタンを押しても弾が出ないのでゲームにならないのじゃよ。BGM も消えてしまうのじゃ。プレイヤー2のレトロガンも同様じゃな。ここからは実機 BIOS に切り替えてのプレイじゃ。実機 BIOS だとちゃんとカーソルも動くのじゃよ。標準調整画面でのレトロガン動作チェックも問題なしじゃ。プレイヤー2のレトロガンもしっかり反応しているな。これは実機 BIOS でないとレトロガンがまともに動作しないパターンじゃな。レトロガン2台でも問題なく遊べるのじゃ。セガサターン版のようにムービーが乱れたりしないのもありがたいな。というわけで、通常コントローラーでのプレイでは問題ないが、レトロガンで遊ぶためには実機 BIOS が必要じゃ。ただ、
情報では実機バイオスなしでも正常に動作したという話がある。本作にはいくつかバージョン違いがあるようなので、バージョンによっては実機バイオスなしで動くものもあるのかもしれないな。ちなみにポリメガのデータベースで該当する SLPS00726、そしてゲームメディア扱いになる SLPS00725 の2つを試したが、いずれも実機バイオスがないと正常に動作しなかったのじゃ。まあ、もともと互換リストに記載がないので、動かないのは仕方ないとも言えるな。ここからはゲーム内の一部が光線銃に対応しているゲームとなる。まずは頑張れゲーム天国ザ・ゲームパラダイス2じゃ。ジェレコのキャラクターが登場するシューティングゲームゲーム天国の続編じゃな。ゲーム自体は通常コントローラーでプレイする縦スクロールシューティングなのじゃが、光線銃を使ったサポートができるのじゃ。レトロガンの接続方法としては、このようにプレイヤー1には通常コントローラー、プレイヤー2にレトロガンを接続する。使用するレトロガンは1台のみじゃ。ボタンの割り当ては公式リファレンスマニュアルになぜか記載がない。まあ、リロードもなくトリガーボタンしか使わないので問題はないのじゃ。それではゲームスタートじゃ。思いはこの胸に詰まっている。夢に見ていた楽園を思い描いて求める。ああ、天国なんてどこにあるのか探し求めてさまよい続け、やっとここまで来たの。ジャレコ版のパロディース的なノリで、ジャレコのゲームキャラクターが多数出演しているのじゃよ。平和な日常生活というものはいつも突然に破られるものなのですね。恐怖の変態科学者ジーニアス山田博士が全てのゲームはわしに集まるんじゃとゲームの世界の征服を手始めにここ U&Me 上洋画店に現れたからもう大変。灰皿は飛ぶわ、ゲーム機は暴れるや、ああてんやわんや大騒ぎ。しかし時給800円、交通費支給、食費支給の有能アルバイト店員、この私90年代のノリ全開という感じじゃな。このキャラクターたちがジーニアスの野望を打ち破るため大集合。ちょっとした手違いで私がバニースーツを着る羽目になっちゃったけどまあそんなことはとりあえず置いといて、頑張れゲーム天国の始まり始まり。頑張れ。
まずは照準調整画面でレトロガンの動作チェックじゃ。オプションモードね。頑固な調整を行います。あれ。そうか、水色の枠が表示されていなかった。ライトガンオンに切り替える必要があるのじゃよ。抜きな。やるな。なかなか斬新な照準調整画面じゃな。待ちな。大塚明夫さんの贅沢な使い方なのじゃよ。やるな。レトロガンの動作は問題なさそうじゃな。ノーマルモードね。出撃ね。さあ、どのワールドへ出撃するの？ゲーセンワールド。サポートモードゲーム開始時にこのサポートモードをありにすると、プレイヤーに接続したレトロガンが使えるのじゃ。それじゃ頑張ってね。クラリスとかどこかで見たキャラが楽しいな。今回はプラスアルファに出てきたセリアにするのじゃ。私がいるの100人力よ。やはりジェレコといえば金井美香さんなのじゃよ。プラスアルファはファンシーな雰囲気の縦スクロールシューティングで、よくベタなツインリーっぽいと言われるが、実は先にリリースされたのはプラスアルファの方なんじゃよね。画面をよく見ていただければと思うが、プレイヤーにもレトロガンでも画面の敵を撃つことができる、敵をサポートできるのじゃよ。画面の弾痕で見分けていただきたい。なお、このサポートモードは光線銃でなくても遊ぶことができる。通常コントローラーでも同じように照準を動かしてサポートすることができるのじゃ。プレイヤー2側は特にダメージを受けることもないので、ゲームが苦手な人にも優しいシステムじゃな。というわけで、問題なくレトロガンで遊べることが確認できたのじゃ。譲らない。レディーゴー。続いては、スター・ウォーズレベルアサルト2じゃ。スター・ウォーズの世界観の中で、様々な視点でのシューティングゲームをプレイしながらストーリーを進めていくゲームで、前作はメガ CD や 3DO などで発売されていたのじゃよ。本作も本家ルーカスフィルムが手掛けた映像が素晴らしい。本作の一部のステージがガンシューティングとなっており、レトロガンが対応しているのじゃ。レトロガンの接続方法は、プレイヤー1には通常コントローラー、プレイヤー2にレトロガンを接続する。使用するレトロガンは1台のみじゃな。一部のみ対応なので、ボタン割り当てはシンプルにトリガーボタンしか使わない。やはりスター・ウォーズといえば、
この出だしじゃな。まずは水色の枠が表示されていないので、メニュー画面を呼び出してライトガンオンに切り替える。そして照準調整画面でレトロガンの動作チェックをするのじゃよ。トリガーボタンを押すと一応反応はするものの、画面にヒットマークが出ない。これはちょっと怪しいな。とりあえずゲームを始めてみるか。レトロガンが使えるステージはいくつかあるが、とりあえずチャプター2をプレイしてみる。Sector 3 days ago. I've also got a funny feeling about those ties we encountered. I know, me too. There's no way they could have gotten from the freighter to us so quickly. Maybe it's true what they say. Don't start telling me any phantom fighter tales. Jeez, you farm boys will believe anything you hear. Wait, I've got a fix on an emergency distress beacon. It's on a civilian channel. It might be the Corellian. CG と実写映像を組み合わせて、まさにスター・ウォーズじゃな。Where'd they come from? Rookie One, do you copy? Are you all right? Rookie One, come in. Can you hear me? I'm still here, but I'm in bad shape. I can't hold it. I'm going down! Eject, kid, eject. .ここからゲームスタートじゃ。やはり画面は光るものの、実際に弾が出ないな。通常コントローラーに戻すとちゃんと反応するので、レトロガンの不具合じゃな。ここから実機バイオスに切り替えてのゲーム画面じゃ。とりあえず照準調整画面でレトロガンの動作チェックじゃな。ちゃんと画面にヒットマークが表示されるようになった。これが本来の正しい動作じゃな。どうやらバイオスの問題っぽいな。では改めてゲームスタートじゃ。申し訳ないが、ムービーはスキップさせていただく。おう、ちゃんとレトロガンでプレイできるのじゃよ。エリア51と同じく標準バイオスのままでは通常コントローラーではプレイできるが、レトロガンでプレイすることはできない。レトロガンを使って遊びたい場合は実機バイオスを用意する必要があるのじゃ。次はセロファーンズじゃ。発売されていたことすら知らない人も多いと思うが、
実は元ガイナックスでプリンセスメーカーを手掛けた赤井高見氏が立ち上げた会社ナインライブズからリリースされた作品じゃ。赤井氏がプロデューサーを務めており、1970年代にあった懐かしのゲームを移植したという内容になっている。ポイントとしては、あくまで70年代ゲーム風であり、実在したゲームではないのじゃよ。本作に収録されているゲームのいくつかにレトロガンが対応しているのじゃ。レトロガンの接続方法は、プレイヤー1には通常コントローラー、プレイヤー2にレトロガンを接続する。使用するレトロガンは1台のみとなる。ボタン割り当てもトリガーボタンだけしか使わないのじゃよ。実在のレトロゲームではなく、架空の1970年代に存在したゲームを移植したという設定が独特のこだわりを感じるな。しかも処理落ちやノイズ、画面の焼き付きまでも再現していたり、筐体やインストカードもわざわざデザインしたというくらいなのじゃよ。例によって水色の枠が表示されていないので、メニュー画面を呼び出してライトガンオンに切り替える。これで準備完了じゃ。収録されているゲームの中でレトロガンに対応しているのはいくつかあるのじゃが、まずはガンファイターじゃな。正しくレトロガンが設定できていれば、ゲームを選択すると照準調整画面が表示される。
ガンを照らして反応しているようじゃな。昭和の時代にデパートの屋上とかにあったようなゲームじゃな。テレビモニターに映るゲームではなく、いわゆるエレメカというやつじゃ。どうせなら実在のゲームにしてくれればいいのに、という意見もありそうじゃが、これはこれで面白いアプローチだと思うんだというわけで、レトロガンの動作は問題なかったのじゃ。日本初の女性デュオユニット、バフィーの楽曲や写真、映像などを収録したマルチメディアソフト、バフィーの PS I Love You じゃ。この時期に結構流行ったやつじゃな。バフィー自体も北米で結構人気があったらしい。いくつかミニゲームが収録されているのじゃが、それが光線銃に対応しているのじゃ。一部多様なので、レトロガンの接続方法はこのようにプレイヤー1には通常コントローラー、プレイヤー2にレトロガンを接続する。使用するレトロガンは1台のみじゃ。ボタンの割り当ては公式リファレンスマニュアルに記載がないが、トリガーボタンしか使わない。この作品も水色の枠が表示されておらず、レトロガンが有効になっていないので、メニューを開いてライトガンオンに切り替える。もうメニュー画面からレトロガンも使えるようじゃ。標準調整画面はどこかな。ピンク色なのがまたパフィーらしいな。レトロガンの動作は問題なさそうじゃな。さて、対応しているミニゲームはいくつかあるのじゃが、まずはデジタル写真集からじゃ。最初はこのように全て見られないのじゃが、ミニゲームでフィルムを手に入れると徐々に画像が増えていくのじゃよ。これがフィルムを手に入れるミニゲームじゃ。レトロガンでロッカーを吹きまくり破壊すればいい。もちろん通常コントローラーでもプレイできるのじゃ。レトロガンの使用に問題なく遊べるのじゃ。こんな感じで見られる写真を増やしていくわけじゃな。もう一つのミニゲームはそのままのシューティングじゃ。バフィーのライブ映像に合わせて画面に登場する缶を撃つミニゲームをクリアしていく。
クリア条件を満たせないと曲が終わってしまうのじゃ。本当は曲が流れているのじゃが、著作権の関係でミュートさせていただくのでご理解いただきたい。というわけで、ゲームも含めて普通に遊べることが確認できたのじゃよ。続いては、わしの大好きなダイハードトリロジーじゃ。内容としてはセガサターン版と同じなのじゃが、なぜかこのプレイステーション版は北米版しか公式の互換リストに記載されていない。日本版は互換リストにないのじゃが、試してみるのじゃよ。レトロガンの接続は、プレイヤー1には通常コントローラー、プレイヤー2にレトロガンを接続する。レトロガンは1台しか使わない。ボタンの割り当ては一部対応の他のゲームと同じくトリガーボタンのみじゃ。ゲームを起動すると、セガサターン版と同様に、水色の枠が表示されていない状態となる。通常コントローラーのホームボタンを押し、メニューを開き、コントローラーからライトガンオンに切り替える必要がある。これで良いはずじゃ。レトロガンに対応しているのはダイハード2じゃな。通常コントローラー使用時の標準カーソルが表示されたままじゃ。そしてレトロガンは全く反応していない。通常コントローラーでもゲームプレイ自体はできるようじゃ。しかし、肝心のレトロガンはトリガーボタンも含めて全く動作しないのじゃ。接続方法を変えてみたり、実機バイオスに変えてみたりしたが、レトロガンは反応しなかったのじゃ。まあ、互換リストに記載がないので、非対応なのは仕方ないとはいえ、残念じゃな。プレイステーション編の最後は、コナミのホラーアドベンチャー、サイレントヒルじゃ。この作品も一部対応なのじゃが、ゲーム内で使用できるというより、光線銃に鑑定した裏技が使えるのじゃ。これは、プレイステーション用の光線銃であるハイパーブラスターがコナミから発売されていたことによるもので、光線銃が接続されていると、ゲーム内で使える武器、
ハイパーブラスターが手に入るのじゃよ。この裏技にレトロガンも対応しているということじゃな。セガサターンのガンフロンティアにも似たような裏技の対応があったが、このサイレントヒルについてはちゃんと公式のリファレンスマニュアルにもやり方が掲載されているのじゃ。例によってプレイヤー1には通常コントローラー、プレイヤー2にレトロガンを接続する。ボタンの割り当ても今回は関係ないな。バイオハザードとはまた違う、静かな恐怖といい感じじゃな。これも水色の枠が表示されていない状態じゃが、リファレンスマニュアルの記載に従って、とりあえずこのまま進めてみるか。確かマニュアルにはゲームを始めてキャラクターを操作できるようになってからライトガンオンにするように書いてあったのじゃよ。やっと操作できるようになった。ここでメニューを開いてライトガンオンに切り替えるのじゃ。これでアイテム画面を開けばハイパーブラスターがあるはずなのじゃ。ないんじゃよ。もう一度レトロガンを接続し直してみるか。やはりダメか。再起動して最初からライトガンオンの状態でやってみるかな。これでもダメなようじゃ。いろいろと接続を変えてみたり、実機バイオスに変更してみたが、ハイパーブラスターは手に入らなかったのじゃ。本作についてはバージョン違いがあり、わしの手元にあるのが品番 VX131J1 で J2 や J4 があるらしい。おそらくベスト版と PS ブックス版が出ているのでそれに当たると思われる。ポリメガのデータベースにも2つのバージョンがあるので、もしかしたら対応していないバージョンがあるのかもしれないな。もしうまくできた人がいたら教えてほしい。というわけで、
レトロガンの動作検証プレイステーション後編はこれで終了じゃ。プレイステーションはタイトル数が多かったおかげでまだまだ知られていないタイトルがたくさんあると感じたのじゃよ。また今回は割と正常に動作しないタイトルが多かったな。エリア51スター・ウォーズレベルアサルト2は標準バイオスでは正常に動作しないタイトルじゃ。さらにマイティヒット、ダイハードトリロジー、サイレントヒルは実機バイオスでも正常に動作しないタイトルなのじゃよ。ただプレイステーションのゲームはバージョン違いも多いので特定のバージョンでは正常に動作する可能性もあると思うのじゃ。なかなか奥が深いな。接続や設定方法などプレイする時の参考にしていただければ幸いじゃ。またアップデートや追加検証で変化があった時はお知らせする予定じゃ。それでは次回もよろしくな。あれ、おーいサキ、終わったみたいだよ。あら、そういうことはもっと早く言わないと。出遅れてしまいましたわ。大丈夫だよ、誰も見てないって。